合気道実践シリーズといって、ああいうパンチに対してやっぱ合気道の動きってやりやすいんですよ。こういうでしょ。それだともう本当になかなかできないで、むしろ入っていかないといけない。本当に急所で髪引っ張られて顔がずっと上がってくるので。こんにちは、白川隆です。そして黒帯ワード高井石橋さんです。こんにちは、高井石橋です。高井さん、今日は合気道実践シリーズといって、実際日常で使われた合気道の動きがあるので、それを再現解説したいと思います。まずはこちらの動画をご覧ください。どうです？ちょっと合気道っぽくないですか？ですね。巻き込んで投げてました、最後。まさにこう合気道的な丸いさばきですよね。あのパンチ見てくれました、高さん。こういうですよ。高さん、空手家だった人いたいですよね。でも実際ほら、この野郎って言ってきてね、素人の方だったら、こうやって殴りに行くんじゃないですか。空手から見たら確かにおかしいパンチですけど、普通日常生活一般の人は空手やってないので、やっぱ興奮するとああいうパンチなんですよ。わかります、わかります。ですよね。だからね、ああいうパンチに対してやっぱ合気道の動きってやりやすいんですよ。こうシャープな動きとまた違うんですけど、本当にもう力がかけてぶん殴るよっていったああいう動きになっちゃうんで、ああいう大きな動きに対してってまさに合気道ガッツリくるんですよね。ちょっと解説したいと思います。美しい合気道。一見するとこう柔道の人だったら、じゃああれ一本背負いじゃないかなと思いません？そうです。巻き込んでってことだね。一本背負いだとこれですよ。まさにこの一本背負いとの違いっていうのは背負ってないんですよ、あの動きって。背負ってないでこう投げすじゃないですかっていう動きは。なので合気道の2つの技の組み合わせなんですよ。一つはこういう巻き円を描きながら巻き落としてですね、巻きながらこう円にで背負わないっていう動きがあるんです。振り回してるわけじゃないんですよね、これね。そうですね、これは普通直線的だったら直線的まずこうだと直線的なので、今ちょっと円を描くんですけど、こういう円の動き、これを巻き落とすっていう、巻いて落とす動き。それプラス隅落としっていうのかな。隅落としってはすり。高さに対決します。2人が巻き落としから横来るのに対して、これすごい巻く動き。もう一回いきます。こういう巻く動き。これ巻き落としで、これ隅落としは相手に弱いハスに対してそれを合わせた。ただの隅落としじゃなくて、普通隅落としだったら相手の方こっちにですけど、これ方向を変える円の動きを使った隅落とし。円の動き、ここから円の動きで手見たら、あの映像見たら分かるけど、手が下になってるんですよ。上じゃなくて、隅落としって普通上からかける技なんですけど、あれは下から引っ掛けてるので、本当にこう巻き落としが、巻く動きなんですよ。手のつけ方によって全然違うんですよ。上からと、あと下からと全然作用が違うので、下からでこう円運動かかってたんですよ。だからその巻き落としと隅落としの組み合わせたまさにこう丸い合気道の技を使ってるんですよね。で状況がゆっくりこうもう本当大振りだからこそ見切れますよね。余裕で見切ってますよね。こうやってで2本目も同じような感じ、絶対3本目いけるかなって言ったら、でその後ポイント見てください。投げて終わりじゃなくて、こ
ここから制圧、腕だけじゃなくてこう腕プラスこう膝を置いてこう髪見ますぐーっと髪引っ張ったんです。実際にこう髪って本当に急所で髪引っ張られると顔がずっと上がってくるので腕決められてるよりある種きついかったりするんですよ、髪グワッと。なのでこう投げて終わりじゃなくてうつ伏せなんですよね。こう投げて終わりじゃなくてこう相手をまたいで、そして髪の毛を膝で髪の毛を踏んでグッと決めていく。本当にもうリアル制圧、リアル制圧ですよね。さあ行くぞ。高さゆっくりです。これない。1、2、3のここはでグワーってこっちか。そう髪の毛だから多分ないから髪の毛だから多分こう指で目とか鼻をそうですよね引っ掛けるんだと思うんです。ああ本当だ。グッとなるほど。いやー危ない危ない。怖いですよね。綺麗なこういう服だったらああいう動きじゃないと思うんですよ。まあまあまあ絶対やんないですよね。この野郎で本当に素人のマージャンの時、もしだからもっとすごい服だったらこういうだと思うんです。こうだともう本当になかなか見切れないでむしろ入っていかないといけないんですよ。円運動で余裕でこうやるのはやっぱり大振りなので、本当にフックスパーンだったら本当にこういう感じで変わってきて、ごめんなさい。ファッとごめんなさい。でそう入っていかないと難しいです。ああいう大きな投げっていうのはこう大振りでしかもリズムがあってこう右やって左やって絶対右来るんだろうそうですから使えるわけなんですよ。だって悠長に待ってはい繰り寄せてでなかなか難しいですよね。自分から入っていかないとこう上がる覚悟で入っていかないとできない技ではあるんですよね。だからその本当にああいう動きに対して合気道が非常にいい動きで、あと制圧うつ伏せにしてしっかり制圧するっていう。じゃあ最後にちょっとリアルシチュエーションで再現したいと思います。美しい合気道。はい、ということで今回は実践合気道ということで実際に日常で使われた合気道の技をちょっと解説再現してみました。いやー結構衣装からね変わってすごいリアル感がありましてね。でもいや実際やっぱああいう大振りだからこそできるような技ですよね。でもああいう大振りが来た時は使えるんですよね。そうなんですよ。だから適材適所でやっぱり大きな振りに対してはああいう大きな円運動と大きな投げができたりするんですよね。逆にだからショートフックとか本当に経験者だったら自分が入んなきゃああいう技できないのでその見極めですよね。でもああやって制圧したんですよ。すごいですね。制圧するのにちょっとああいう合気道的な動きいいですよね。こう合気道の丸い円運動、そしてテコを使いながらちゃんと手首関節やってうつ伏せに抑える。ちょっと宮平先生っぽいですね。最後のこの髪引っ張りの宮平先生っぽいですけど、後からどっくるとか。でも実際にやっぱあれぐらいやらないと実際の現場では多分クリーンテクニックだけだと厳しいと思うので、あとは誰かを呼んでくれるもらうとかね。そうですね。はい、ということで皆さんどう感じたでしょうか。コメント欄でお知らせいただければ幸いです。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。One, two. いつもいろいろ拝見してます。お願いします。はい、お願いします。おお。久しぶりです。下に横下。
それぞれの道があまりにも来年の道が違うかなっていうのを改めて感じたら、必要なのか必要じゃないかは僕が出したい答えなので、だから今それを、に全力で向き合ってるっていう感じです。はい。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。